こんにちは、ますみです。本日はウェブサイト検索ができるチャット GPT の実装方法を解説します。この動画を見ることで Google や Bing などの検索エンジンを使って最新情報を加味した回答ができるチャットボットを作れるようになります。本動画では LangChain というライブラリを用いて解説していくため、もしも LangChain についてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールは必要に応じて Google 検索をしてくれるチャットボットの構築です。システム設計としてはプロンプトが入ってきたらチャット GPT と検索ツールを用いて回答を生成するという流れになります。実装方法としては LangChain というライブラリを用いて Python というプログラミング言語で実装していきます。より具体的には LangChain の中の Agents という機能を利用していきます。Agents とはプロンプトの内容に応じて検索ツールなどのツールを使い分けて自動で解法を生成してくれる機能です。そしてエージェントには4種類あるのですが、今回はその中でもゼロショットリアクトディスクリプションとカンバセーショナルリアクトディスクリプションを使っていきます。ゼロショットリアクトディスクリプションとはツールの説明文章からツール選定をするエージェントです。カンバセーショナルリアクトディスクリプションは会話を扱うことに特化したエージェントです。ここから Python を用いた実装方法を説明します。まず環境構築として今回 LangChain を用いていくため LangChain のライブラリをインストールします。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI もしておきます。続いて OpenAI の API キーを設定していきます。ご自身で発行した API キーをダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。API キーの発行方法は以前紹介したこちらの動画をご参照ください。そして今回 Google 検索を用いていくため Google 検索をするための CSEID と API キーをこのダブルクォーテーションの中にセットして実行してください。ここで Google 検索の API キーなどを持っていない方が多いと思うので簡単に発行方法を説明したいと思います。まずプログラム可能な検索エンジンと Google で検索し上から2番目のこちらをクリックします。そうするとこのようなページになるので使ってみるをクリックします。そしてここに検索エンジン名を入れていきます。今回はエンジンアンダーバーLangChainとします。検索エンジン名が入力できたら検索対象を Web 全体を検索に変更し、私はロボットではありませんをクリックし、作成をクリックします。そうするとこのような画面が表示されます。下のカスタマイズをクリックしましょう。そして少しスクロールすると検索エンジン ID というのがあります。こちらをコピーし、先ほどの CSEID のところに貼り付けます。API キーに関しては一番下のカスタムサーチ JSON API の開始するから発行することができます。こちらをクリックしましょう。そうするとこのような画面に飛びます。少しスクロールしてキーの取得をクリックします。Google クラウドプラットフォームの登録をしていない方はもしかしたらここで求められるかもしれません。この画面になったら Select or Create Project よりお好きなプロジェクトを選択してください。そして利用規約に問題がなければ Yes をクリックし Next をクリックします。そして小キーをクリックすると API キーが表示されるためそちらをクリックし先ほどの API キーのところに貼り付けてください。すべての API キーをセットしてこちらのセルを実行したら環境構築は完了です。ここから具体的な実装方法を説明します。まずベーシックな実装としてゼロショットリアクトディスクリプションを用いた方法を説明します。 Google サーチというツールを読み込みエージェントへ渡すことで必要に応じて Google 検索をしてくれるようになります。ちなみにここでは Google 検索をしていますが Bing 検索に変更することも可能です。こちらのエージェントに対して現在の日本の総理大臣は誰ですかというプロンプトを入れて実行してみましょう。すると次のように2021年9月のデータまでしか学習していないチャット GPT は Google 検索をする必要があると判断して Google 検索をして取得した情報に基づいて岸田さんと正しく回答してくれました。次にチャットへの実装としてカンバセーショナルリアクトディスクリプションを用いた方法を説明します。チャットでは過去の履歴を保持する必要があるためカンバセーションバッファーメモリーをエージェントに渡しています。こちらのコードに対して現在の日本の総理大臣は誰ですかというプロンプトを実行してみましょう。そうすると先ほどと同様に Google 検索をする必要があると判断し岸田さんと正しく回答してくれました。そしてこれに続く形でもっと詳しく教えてと質問をするとメモリーにチャット履歴が保持されているため
過去の文脈に基づいて回答をしてくれます。このように岸田さんについてより詳しく解説をしてくれました。今回チャット GPT の手元にある情報で十分だと判断されて検索エンジンは使用されませんでした。もしも強制的に検索エンジンを使用したい場合はインターネットの情報を用いてもっと詳しく教えてというように実行すると良いでしょう。そうすると Google の検索エンジンが使用されてより詳しく回答されました。最後にここまで解説した Google 検索 API を用いたプログラムを Web アプリに落とし込むとこのように最新情報に基づいて回答してくれる強化版チャット GPT のようなものが作れます。Web アプリの開発方法は以前紹介したこちらの動画をご参照ください。以上、本日はウェブサイト検索ができるチャット GPT の実装方法を解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。また、チャット GPT の仕事の相談や依頼をしたい方や、チャット GPT の仕事に携わりたいというフリーランスエンジニアの方は、概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。